今日私はハーレーダビッドソンジャパンが中目黒周辺で開催しているスポーツスター S の発表試乗会に参加しています。場所が目黒周辺ということで、下道を走っていても渋滞に揉まれるだけなので、早速ですが首都高をちょっと軽く流してみたいと思います。このモデル、水冷4ストローク4バルブ DOHC、 そして可変バルブタイミング、その他数々の電子制御で武装したパンアメリカ1250と同じエンジンを搭載したスポーツスターということで注目しているという方も多いんではないでしょうか。で、私も乗り始めてパンアメリカ1250の乗り味、モデルの乗り味をイメージしていたんですが、こうして走ってみるとかなり違うなという印象です。先ほどスタッフの方にお話をお聞きしたところでは、単純にインジェクションのセッティングなどで乗り味を変えているだけではなく、カムプロフィールやバルブの径、そして吸排気系などメカ的にもかなりパンアメリカ1250と異なっているということなんですよね。はい、早速渋滞ですね。こういったところなのでちょうどいいですからね、ちょっとこの極低速走行の乗り味確認してみたいと思いますが、車体の安定性はかなり高そうだという印象ですね。パンアメリカと比べると車体がぎゅっとコンパクトになっている、そしてこれが特に印象的なんですが、ぐっと低くなっているので車体全体が非常にコンパクトで、なおかつ低重心、そういったこともあって、こういったですね渋滞に揉まれているような時でもなかなか扱いやすいモデルだなとは思います。ただ先ほどこの高速道路に乗るまでに、煩雑な街中を走ってきたわけですが、やはりですね見た目からも明らかな通り、特にこのフロントタイヤですね、ライダーからもちょっと見えるんですけれども、まるでですねスーパースポーツのリアタイヤかよっていうぐらい太いフロントタイヤを装着しているので、ハンドル操作が少し重くなりがちなところはあるかなと思います。あと街中の走行で感じたことですが、結構排気系がですねライダーに近いというか、かなりですね上側をエキゾーストパイプが取り回されているという感じで、水冷エンジン特有のその冷却のですねラジエーターを冷やすファンが回ると、やはりねちょっと暑いかなという気がしますね。かなりパワーとトルクを絞り出しているので、そのあたりはねある程度は仕方ないのかなとは思いますが、いずれにしてもですね街中で渋滞などに揉まれてしまうと、少し暑いと、このスイッチボックスの眺めですね、このあたりはパンアメリカとかなり似ているなという感じはしますが、このモデルに関しては電子制御サスペンションなどは搭載されていないので、操作に関してはパンアメリカよりはですね比較的シンプルになっているのではないかと思います。主にですね操作しなきゃいけないものとしてはですねモード切り替えスイッチぐらいですかね。それ以外は特にですね他のオートバイと大きく変わるところはないので、あまりねバイクに乗り慣れていない方が乗ったとしてもそんなに混乱するようなことはないのではないかと思います。走行モードの話が出ましたが、今ですね一番おとなしいレインモードですかね、まずこのモードから試されるのが良いのではないかということで、またね、走行してきたのが街中ということで、今までずっとレインモードで走ってきたんですが、このレインモードはですね、名前こそレインとなっていますが、街中では積極的に使ってもいいんじゃないかと思えるぐらい、とてもスムーズでジェントルな乗り味といいますかね、スロットルレスポンスなので、名前にかかわらず落ち着いた環境というかね、落ち着いた乗り味で走りたいなと、もしくはですね少し疲労を抑えた走りをしたいなと、疲れにくいようにしたいなと感じる場合はこのレインモードを積極的に使っていけば良いのではないかと思います。少し流れ始めましたね。じゃあちょっと走行モードを切り替えます。今レインと比べると
パワフルなロードですかね、ロードというモードに切り替えました。また詰まってしまいましたが、そうですね、この渋滞している環境でもですね、ちょっとスロットル開けただけでも、パワフルになったんだなと、ライダーが実感できるぐらい、それぐらいの変化はあるという印象ですね。あとやはりですね、このような状況で半クラ当てながらトロトロ進むような時も、やはりぐんと前に押し出す、そういった力が強くなったなという印象で、変化が味わえるといった感じです。あとこのような状況ですから、忘れないうちにコメントしておくと、このモデルは LED の楕円というか、長円形というか、そういった形状のヘッドライトを採用していますが、さすがにね、最新の LED ヘッドライトということで、ライトはですね、ちょっと画面からお分かりいただけるかどうか分かりませんが、相当ね、明るいですね。あと、先ほど街中の暗いところも走ったんですが、こういった形状のライトなんで、背光も左右均等で、とても見やすいヘッドライトだなと感じました。はい。さすが、ロードだと、ぐん出ますね。ぐんと出るというか、どれぐらいですかね。タコメーター見ますと、4000回転を超えるか超えないか、そのあたりですかね。ぐっとパワフルさが増すといった印象です。はい、今、スポーツモードに変更しました。スポーツモードだと、そうですね、かなりトルクが強いというか、3000回転を超えたあたりぐらいからですね、もう先ほどのロードと比べてもより強いトルクでぐーっと前に車体を押し出すという感じ、これが一番このエンジンのむき出しのキャラクターなんだと思いますが、相当トルクフルといった印象ですね。パワフルと言ってもいいかもしれません。早いですね。その3000回転ぐらいから元気が良くなるんですが、4000回転超えるとやはりちょっと次元の違うパワフルさといった感じです。この音聞こえますかね。音もね、なかなか勇ましいといった感じで、やはりサイレンサーがライダーの耳に近いので、かなり消音されてはいるんですが、連続的な、結構ハーレーとは思えないような連続的な排気音がライダーの耳にもよく届くといった印象です。それとこのモデルですけど、スポーツモードで開けると、やはりですね、特にリアタイヤのグリップがかなりいいんで、なんていうか全くロスなく前に出るといった感じ、かなりダイレクトな乗車感です。上半身はね、結構前傾しているんですけれども、足元がフォワードコントロール気味ということで、ちょっとね、ライディングポジションとこの乗り味があまり今のところ一致しないんですが、スーパースポーツのような乗り味と言っても過言ではないのではないかと思います。ちょっと開けるともうライダーが本当に後ろに置いていかれそうになるほどの加速感が味わえます。なのでそういう意味からすると、足元はさっき言った通りフォワードコントロールなんですけれども、ライダーの上半身が結構前傾しているというのは、このモデルの元気の良さ、乗り味によくマッチしているというか、もう革新的にそうしているんだと思いますが、そういうライディングポジションです。今ちょっとギアを落として2速、いや、それにしてもよく回りますね。ちょっとこういうと語弊があるかもしれませんが、ハーレーのエンジンとはちょっと思えないほど、何のストレスもなくふわーっと吹き上がるといった印象です。
音もね、うまく収録できているといいんですけど、また混んでしまいましたね。エンジンのフィーリングとしてはそうですね、ちょっと独特で、私はこのエンジンに似たフィーリングというのはあんまり記憶にないなといった感じ、ちょっと何にも例えられないような、そういうエンジンのフィーリングです。強いて言うのであれば、パンアメリカの時もコメントしましたが、270度クランクを採用した並列2気筒エンジンをよりちょっとなんていうか元気よくしたというか、そういう感じかなとは思いますが、エンジンのフィーリングはね、ちょっと独特ですね。またパンアメリカともエンジンのフィーリング、やはり相当変わっているんだなというのが分かります。どちらかというと、こういった状況で走る分には、パンアメリカよりももっとこのモデルの方が元気がいいというか、トルクフルというか、そういった印象があります。これに関しては先ほども言った通り、リアタイヤが本当に根が生えたようにがっちりと路面をグリップしているんで、それとの合わせ技という感じではありますが、いずれにしてもですね、このパンアメリカと比べてもかなりコンパクトな車体に対してこれだけ元気のいいエンジンを搭載しているので、こういったね、クルーザータイプのモデルでちょっと飛ばして走りたいなと、スポーティーに走りたいなと考えているライダーにとっては、このモデルはちょっと見逃せないモデルということが言えるのではないかと思います。ただその一方で、これに関してはちょっと何とコメントしていいのか分かりませんが、パンアメリカの時もコメントした通り、このエンジンというのはもうハーレーとしては、全くの新機軸というかですね、新しい世代のエンジンとして設計されているので、これまでのそのハーレーの乗り味をイメージしている方は、このエンジンに触れると、ちょっとこれは違うかなと感じてしまう可能性も多々あるのではないかと思います。その一方で、ハーレーにこれまであまり接点がなかった、しかもですね、どちらかというとスポーツバイクが好きなような方というのは、このエンジンの乗り味というのは、何の抵抗感もなく、スッと腑に落ちる、そんな感じじゃないでしょうか。6速だとちょっと厳しいですが、5速、今5速に落としましたが、この5速ぐらいだと、ポンポンと、テンポよくシフトアップしてしまって、右手を大きく開ける、そういったね、クルーザーらしい乗り方には、このモデルは、あくまでもそのパンアメリカに比較してということですけれども、向いているかなという感じがします。パンアメリカ1250からそのクランクのマスを増やしたり、重量を増やしたりしているというわけではないので、そのエンジンの粘りという点では、やはり従来のハーレーにはちょっと及ばないのかなという感じがしますね。それよりもこのエンジンが狙っているのは、あくまでもエンジンをある程度回してスポーティーに走らせる、そういった乗り味なのではないかと感じています。先ほどからウインカーをね、ちょっと何回か消し忘れたりとか、違った方向に出しちゃったりとかしているんですけども、正直言ってウインカーの操作感はね、あまり良くないですね。ちょっと曖昧なんですよね、操作感がね。車体全体の印象ですが、まず走り始めの時にコメントした通り、パンアメリカと比べると、かなり車体がぐっと低くなっている、そして、同じエンジンを搭載しているとは言ってもですね、ぐっととっつきやすい、フレンドリーであるような感触もあります。スチールフレームらしくはあるんですけれども、そんなにガチガチという感じではないんですよね。ただ、その一方で、結構しっかりしているなという感触もあって、これもですね、やはりちょっと新しい世代のハーレーらしいなと感じさせてくれるポイントでもあります。やわな感触というのはないので、ライダーもね、運転していて不安感は少ないといった印象ですね。あとこの首都高ぐらいのコーナリングだとなかなかわからないんですが、
結構身のこなしも軽いといった印象ですね。車体をね、動かしやすいと。その一方で、先ほども言った通り、重心は結構ぐっと低くなっているので、適当なところでそれが収まってくれるというか、なんとか動かしやすくもあり、そしてその動きがですね、深くなっていくと、ある程度のところで自動的に収束するような、そういったいわゆるその車体のね、復元力といいましょうかね、そのまっすぐ走るために復元する力、そのあたりもそこそこ強いといった感じですね。全体的に言うと、このスポーツスター S ですが、なんというか走りが筋肉質、そういった感じが印象的なモデルだなと感じます。その他、こういったね、首都高ぐらいでは試すわけにはいきませんが、安全性を高めるための電子制御は、もうほぼフル装備と、安全面でもなかなか魅力的なモデルということが言えるのではないかと思います。ブレーキはいいですね、いいですねというか、具体的に言うと、ちょっとスーパースポーツのようによく効くな。レバーのタッチもすごい上質で、決して硬くないんですよね。軽い操作感なんですが、レバーを引く量に応じたその制動力がぐーっと高まってくるという感じ。スーパースポーツほどね、ギューンという感じではないですが、かなり上質なフロントブレーキと言えるのではないかと思います。あと、リアブレーキですね。今、リアブレーキをちょっと踏んでいますが、リアブレーキは、これちょっとハーレーとしては珍しいかもしれないですが、あまり効かないですね。あまり効かないというか、これはどちらかというと、リアホイールを制御するためのリアブレーキといった感じですね。ちょっとこの辺り、フロントブレーキとのその取り合わせというんでしょうかね、ちょっとスーパースポーツのような、そういった前後のブレーキの組み合わせといった気がします。あと、前後のサスペンションですが、そんなにたっぷりとしたストローク感を感じるわけではありませんが、それでもですね、乗り心地はそんなに悪くないですね。ラグジュアリーなね、ツアラほど、ふわふわ、さまざまなショックを受け流してくれるというか、収束してくれる感じとはちょっと違いますが、なんというか、その短い、前後ともに短いストロークの中で、うまくやりくりして、そんなにライダーを不快にさせない、そういった乗り心地になっていると思います。今ちょっとね、曲がったところだったんで、ちょっとコーナリングのね、片鱗を味わおうと思ったんですが、そうですね、やはり先ほどもコメントした通り、車体の倒し始めは結構軽く動いてくれるんですが、ある程度のところまで行くと、やはりね、まっすぐ走るための復元力がちょっと出てくるといった感じで、これは峠道を走ってみても相当楽しいモデルなのではないかという感じがしますね。そのあたりはね、ちょっと機会があればね、いつか試してみたいなとは思いますが、いずれにしてもどう言えばいいんでしょうね。まさに新世代のハーレーという感じでしょうかね。途中でコメントした通り、このエンジンのフィーリングというのは、もしかしたら往年のというかね、伝統的なハーレーのエンジンのフィーリングが好きだという方にとってはちょっと刺さらないような気がしますが、そうではないと。新しいハーレーを味わいたい。もしくはですね、これまでハーレーにはあまり縁がなかったという、スポーツバイク好きは、こういったエンジンのフィーリングは、かえってグッとくるというかね、そういったライダーにこそ、もしかしたら合っているバイク、そんな気がします。ということで今日はハーレーダビッドソンジャパンが中目黒周辺で開催しているスポーツスター S の発表試乗会の会場からそのショートレビューをお送りしました。それでは。